どうも、リュウグです。今回は Attitude Supply の ATD1 についてレビューしていきたいと思います。待ちに待ったこのバグ、実際に使ってみて思った正直なところ、ぶっちゃけ微妙だなと思いました。何が微妙だったのか、この後詳しく解説していきます。それでは行ってみましょう。まず最初に ATD1 について簡単におさらいしていきます。ATD1 は2018年に発売された長期の旅行から短期の旅行、あらゆるシチュエーションに対応できる汎用性の高いバックパックです。圧縮性に優れていて、日常に十分なコンパクトさを保ちながら、拡張時には数ヶ月間ワンパックで移動できるほど拡張性に優れています。初期のモデルよりも素材やブランディングの部分で変更が行われました。基本的な素材もリサイクルナイロンや YKK ジッパーなど申し分ないクオリティだと思います。それでは早速良かった点から話していきます。圧倒的に高い汎用性。冒頭でも述べたように、このバックパックの最大の特徴は非常に高い汎用性です。普段使いでコンパクトに使うことはもちろん、長期の旅行でも対応可能な大容量バックパックとしても使うことができる4箇所のアジャスターベルトとロールトップ式の開口口を備えています。さらに、どちらの場合においても違和感のないシルエットであるため、見た目に関する不満はほとんど出ないことでしょう。ボトルポケット。表面部分には大きく開くサイドアクセスがあるので、大抵のシチュエーションは難なくこなせる仕様です。中の裏地は派手すぎず暗すぎないシックな色合いで、多くのビジネスシーンでも問題なく使うことができると思います。ロールトップの両端のバックル同士がくっつく。ロールトップバックパックの両端にはバックルがあり、左右がオス・メスの関係になっているので、両サイドを接続することができます。大量に物を入れた際にロールトップを頻繁に開け閉めするのが面倒になってしまうことがありますが、そんな時でも開口部の両側がくっつくことで気軽に物を出し入れすることができるでしょう。クラムシェルで大きく開く。ロールトップの欠点として、荷物の視認性が悪かったり、奥のものが取り出しづらかったりすることがあります。この ATD1 はそんな課題に対して、クラムシェルオープンを採用することで解決しています。大きく開くことでパッキングや取り出しの際の汎用性が上がり、特に普段使いをする上で大きく使いやすくなります。また、ジッパーのラインがハーネスの外側に配置されているので、バックパックを前側に抱えたような状態でも上部から物を取り出すことができます。これは日本人にとって嬉しいポイントですね。それでは続いて少し気になったポイントを話していきます。まず一つ目が、ハーネスの付け根が広すぎるです。このバックパックの最大の弱点がハーネスです。付け根の位置が独特で、背負ってもよく肩からずり落ちてしまいます。もちろん、付属のチェストストラップがあるので、それを使えば問題なく使用できます。しかし、普段使いでチェストストラップを使用したくない人にとっては、とても残念な欠点です。僕自身も普段使いバッグはチェストストラップを外して使用したい派なので、ATD1 もショルダーハーネスのみで使用しました。僕はどちらかというと怒り型なので、これまで肩からハーネスが落ちてしまうという経験はあまりしてきませんでした。そんな僕でも ATD1 を何日か使って何回か肩から落ちることがありました。他の部分のクオリティが高いので、ここは非常に残念だと思いました。2つ目が、ジッパーが引っかかりやすい。背面のジッパーは付け根の部分とジッパーのレールの距離が狭く、よく引っかかってしまいます。
ジッパー自体も大きく固めであるため、かなり力を入れて開閉しないといけません。さらに四角の4つ角の部分にあたるジッパーの上部の2つの角は特に引っかかりやすく、ジッパーをすべて開く際はそれなりのエネルギーを必要とします。3方向に開くことのできるクラムシェルオープン仕様の良さを最大限に引き出すことができないのは少し惜しいところです。上部のクイックアクセスがない。本体には大きなメインコンパートメントと表面のサイドアクセスがあるのみなので、スマホやバッテリーを入れておくのに重宝する深さの浅いポケットはありません。表面のサイドアクセスは比較的広めで、かなり汎用性高く使うことができますが、逆に言えば小さな持ち物を入れておくには少し広すぎるため、小さなポーチなどを使わないと中でばらけてしまいます。中に小分けのポケットがあるので一見問題なさそうに見えますが、地面に対して横向きで一つ一つの幅も広いので、背負った状態で長時間持ち運んでいると小物が中で飛び出してしまいます。小物が少ない人にとっては全く問題ありませんが、細々したものを確実に整理したい人にとっては少し不満を感じるかもしれません。今回はこんな感じです。いかがだったでしょうか。総合的には評価の高いバックパックで、デザインや試みは作成者のチャレンジ精神を感じる素晴らしい製品です。しかし課題も多く存在しています。機能性や汎用性においてもかなりトップクラスですが、全体のバランスや使いやすさの観点ではリモートエクイプメントの G-α の方が優れていると感じました。ただ ATD-1 にしかない良さも多く存在するので、どうしても ATD-1 と人生を歩みたい人は、硬いジッパーにも屈さない強靭な腕力とハーネスを支えられるだけのたくましい肩幅を買う前から鍛え上げておくことをお勧めします。以上になります。このチャンネルではバックパックのレビューや日々に役立つ情報を配信しています。メインチャンネルのイミグラムでは、このチャンネルよりはるかに多くのバックパックをパッキングスタイルで紹介しています。こちらもぜひチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok もやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。